この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。お嬢様はトラブルに巻き込まれやすい体質だ。だからこそ学園は平和であるべきだ。だというのに、よりによって最悪の事態になるとは。昨夜のこと。しかしお嬢様、本当にただのご友人なのですね。老執事が蒼白な顔でドアの脇に立っていた。ここはミハト邸、カノの私室である。もちろんお友達だよ。ねえ、あーちゃん。お友達です。だいたい SP に警護された王女様をさらってくるなんて、結構難しいんじゃないかな。しれっと言ってのけるのをアーデルハイトはつい横目に見てしまう。なかなかに図太い人だ。名家の子女は箱入り娘と大切にされている一方、幼い頃から政治的な争いに巻き込まれる宿命も背負っている。カノは放課後、周りから確認しづらい茂みの中を移動しながら、なんとかかんとか捕まえた子猫の首にアーデルハイトのスマホをくくりつけたのである。電源を入れたまま GPS をオンにしておけば、あたかも、校内にいるように見せかけることができる。そして時間を稼ぎつつ、搬入用トラックの荷台に隠れて脱出したのである。えげつねえな。それはそうなのですが、何せベルクシュトラーセ公国からしつこく問い合わせがありまして。ほほほ。だったら何にも問題ないって言っておいてほしいかな。そういうわけには。何事なの？あら。突然廊下から気だるげな声が聞こえてきた。途端に執事もカノでさえ一瞬身を固くするのが分かった。おお。ミハル様。いえ、実はベルクシュトラーセ公国の方から、ママーンか。当家にグラフィン・アーデルハイトを連れ込んでいるのではないかと繰り返し問い合わせが来ておりまして、何でも最後に一緒にいたのはお嬢様のはずだと。そうなのかな。あーちゃんはあーちゃんだよ。そう。ならそうなんじゃないの？夜会のドレスに身を包んだ女性は特に感想を持たなかったのか、落ち着き払って、キセルを吹かす。どうも、タバコではなくハーブか何かを詰め込んでいるらしい。甘ったるい匂いが室内にも入り込んでくる。しかし、相手は王族で。あなた、ここはどこか行ってみなさい。優雅な態度は変わらない。なので一瞬意図がつかめなかった。いつからここはヨーロッパの小国になったのかと聞いているのよ。ほほほ。いいえ、由緒正しきミハトの家でございます。そうよ。ここはミハトの家。急に女が歌うように声を高くする。そしてカノはいずれミハトの女主人となる子なのよ。そのカノが違うと言っているの。あなた、まさかこの意味がわからないの？
女の瞳孔はまるで爬虫類のように鋭く細くなっていた。大変失礼いたしました。老執事は見ていてかわいそうなほど震え出す。美鳩の家では誰も美晴に、逆らえない。当主であるカノの父親でさえ頭が上がらないほどなのだ。ほほー。まあ、わかってくれればいいんだよ。ね、もういいから。カノは慌てて間に入って執事を逃がす。みはるおばさんもありがとう。いいのよ、カノ。おばさんママンじゃないんか。今度は急にカノを抱きしめ、ご機嫌に頬ずりをし始める。こんなに可愛らしく育って、おばさん、食べちゃいたいくらいよ。なんかいとこがあれだっつっとったな、そういや。あ、そういうことか。ママンではあるけど、あ、でもそれ違うか。実際だってカノを産んどったらママだもんな。いとこだろうが。あ、なんなんだろう。まあ政略結婚の渦中におる人物だってことは間違いないな。恥ずかしいよ、おばさん。あら、ごめんなさい。でも覚えておいて。兄さんたちはあなたを過小評価してるみたいだけど、私は違う。あなたは誰よりも尊い存在なのだと自覚しなさい。エデンの園に住まうアダムとエヴァよりも、この、どうだろう。難しいことはよくわからないかな。曖昧に濁すと、突然、美晴が口元へ唇を寄せてきた。本当に賢くていい子ね、カノは。決して私の期待を裏切ってはダメよ。お友達も、どうぞごゆっくり。女は作り慣れた笑顔を振りまいて去っていく。アーデルハイトはこういう人はどこにでもいるんだなと思っていた。愛の重たそうな人ですね。ちょっと怖いところはあるけど、悪い人じゃないんだよ。けど、本当に良かったんですか？何のこと？迷惑だったのではないかと思いまして。スピーチの原稿を見てあげるためなんだから、ご迷惑なんて大げさだよ。裏のない笑顔についアーデルハイトも微笑を浮かべてしまう。不思議な人だと思う。底抜けのお人よしでありながらも決して世当たりが下手なわけではない。黒い石に触れて育ちながらそれに染まることのないしたたかな意志を持っている。明るさと優しさを失っていない。だから甘く見られてしまうのだろう。けど本当はとても貴重なことなのではないか。カノさんは私の知ってる人に似ているのかもしれませんね。ひょっとして前に言っていた人？サイス・トシナリと言うんですよ。まさかジーヤの息子さん？ご存知なんですか？ごめん。夢があって若い頃に家を飛び出しちゃったってことぐらいしか知らないんだ。自分の息子には厳しくしすぎたってジーヤは後悔してたから。私には優しかったんだけどね。そうだったんですか。それは私も知りませんでした。けどそっか。なんかあーちゃんにも悪いことしちゃったね。あの火事の時、私もまさかジーヤの息子さんがあんなこと。とカノが自分の手首に視線を落とす。
普段シュシュに隠されているが、そこにはほんの小さな火傷の跡があることに気づいた。ひょっとして、それは。しまった。プールの時もうまく隠してたんだけどな。みんなには内緒にしてくれる？特に正隆くんには言わないでほしいんだよ。そこに一体どんな秘密が隠されているのか。火事に巻き込まれたというその日、利成や、正隆や夏のかの自身に一体何があったというのだろう。だがまだ詮索すべきではないのかもしれない。いいですよ。かのさんは、私がここにいることも内緒にしてくれましたから。そこでおあいこということにするべきだ。間違いなく今、アーデルハイトはカノと正隆に助けられているのだから。助かるな。それで結局、これからあーちゃんはどうするつもりなの？女王と話をつけます。そのつもりで学園を抜け出してきたのだ。だがいくら第三王女といっても、通常のやりとりで女王と、内密の話をするのは難しい。どうしても間に人を介して話すことになってしまう。それが王族というものなのだ。じゃあどうするの？何か方法はあるの？以前の失敗もありましてね。父が家族だけのプライベートチャットを設置してくれています。ほう。それなら監視はないはずです。ただ、交渉自体は父に頑張ってもらうことになってしまいますけどね。ひょっとしてあんまり使いたくない感じ？まあ、勝手にやかまれることも多いんですけどね。継ぐ気もないのに担ぎ上げられた挙句、父は継承争いに敗れたとしてずさんな扱いをされています。ただそれは謀反を起こしたくても起こせないようにするためでもある。だから、内々に王子様との縁談を伝えられた時も、まあ仕方ないかなって感じでしたね。意外と結婚には反対じゃない感じだったんだね。私は別に悪い人でないなら、これといって襟好みしたいわけじゃないですからね。だって、恋愛って面倒そうじゃないですか。それは好きな人がいるかどうかで変わってくると思うけどな。ともかく、両親の立場が少しでも良くなるなら、まあいいかと。お父さん思いなんだね。面倒成分の方が大きいですけどね。でも、そうは問屋が下ろしてくれないようですから、これからものんびり暮らす方を選ぶつもりです。難しい日本語を使う。早速 PC を起動させてみる。ただこちらの居場所がバレている場合、通常の回線からではハッキングされる恐れがある。できればこっそりネットカフェなどへ移動するべきだと提案した。大丈夫大丈夫。うちも監視が厳しくてさ、こっそり ISDN 回線に切り替えられるようにしてあるんだ。よいしょ。ISDN。令和にそんな言葉を聞くとはな。机の下に置かれたモデムに見たことがないスイッチがついていて、カノはそれを切り替えているらしい。ISDN って何です？ですよね。そう。私もよくは知らないんだけどね。今のハイスペックな PC で同時にアクセスすると、回線自体が落ちちゃうから、絶対にハッキングできないんだって。なるほど。それは本当に大丈夫なのか？だが背に腹は変えられない。ただ、回線が細すぎてバナー広告を読み込むだけで、バナー広告を読み込むだけでしょっちゅうブラウザごと落ちるのにはイライラさせられた。
なるほどね。それでも2時間以上かけてなんとか目的のチャットルームへつながる。世界のどこかに設置された自作サーバー内にのみ存在するサイトだった。おや、おや？つながった。カノは待ちくたびれベッドに寝転がって漫画を読んでいた。ええ。メッセージだけでも残せればと思っていたんですが、父もログインして待機していたようですね。へえ。だが文字を表示させるだけでもタイムラグがあるらしい。やりとりにもやたら時間がかかってしまう。けどどうやら本国ではアーデルハイトが異端審問官に拉致されたという誤報が飛び交っているらしい。どういうこと？そうですね。ひとまず、私は友達の家にいるので安心してくださいと送っておきましょう。ただその異端審問官は多分本物ですよと付け加えておいた。それから自分の従者の中に内通者がいるらしいこと。またぞろ清掃に巻き込まれそうになっていること。内部のごたごたを審問官に察知されて揉めているのだと、虚実を織り交ぜて状況を説明しておいた。最後に一番重要なことも。あとやっぱり結婚とか無理です。だはははは。パパネットスラング。わかった。姉さんに言っとく。なんか軽い反応だね。こういう人なんです。本当に大変な時でもこんな感じなので、家族は苦労してますよ。曲がりなりにも王位継承権をめぐって争ったことになっているのだ。こちらから女王と会うにはそれだけでも根回しが必要になってしまうだろう。いいお父さんだと思うけどな。悪い人ではないです。けど、異端審問官ってやっぱり私のことかな。なんかすごい過大評価されてる気がするよ。ええ。さあ、どうでしょう。当然異端審問官とは正隆たちのことだろう。だがカノは知らないようなのでとぼけておく。ただ教会が首を突っ込んでくれたのは助かったかもしれない。外部の機関から調査を受けるとなればスキャンダルを内々に処理することも困難になる。つまりどこかに黒幕がいたとしても手を引いてくれる可能性は高まる。本物のスキャンダルになれば誰かが責任を取らねばならなくなってしまうからだ。今なら下っ端を切り捨てるだけで済むと考えてくれればまあまあ成功と言えるのではないだろうか。一時的にも時間稼ぎになってくれれば十分なのだ。その間に王位継承へ関わるつもりがないことを明らかにし嫌がらせをやめてもらう。解決法としてはすっきりしないが結局これしかないのだろう。ただどうかしたあーちゃん。いいえ。やはり別れというのは今も昔も変わらず辛い。カノとも小羽とも正隆ともおそらくもう会えなくなる。いずれにせよ日本にいられなくなることは確実だから。少しお願いが。今夜はここに泊めていただけないでしょうか。いいよ。お友達なんだから遠慮しないで。記念すべき第1回あーちゃんお泊まり会の開催だね。ありがとうございます。ありがとう友達と言ってくれて。王族というだけで友達を作るのは難しくなる。特に立場をちゃんと理解してくれた上で分け隔てなく接してくれるようなただの友人は。時間さえあれば彼女とはそんな友人になれたのかもしれない。そう思わずにはいられなかった。
だが、二人が考えるほど事態は単純ではなかった。確かに、拉致されたんだよな、この後。遠く、中央の空の下。ベルクシュトラーセ公国の女王は弟の報告に激怒したのである。この縁談はもともと慣習よりも身内に対する情から出たものだった。変なよそ者に出すくらいだったら身内で済ませてしまおう、あーちゃんのためにみたいなこと。過去の、跡目争いでできたわだかまりを解消し、正式にロイヤルファミリーの一員として迎え入れるための通過儀礼だったのだ。だが、女王の意志を湾曲した者がいる。そういうことか。彼女は王女を肘掛けに打ちつけるや首謀者をあぶり出すよう厳しく通達した。なるほど、そっちか。そういうことか。婿のもとへ腹心を派遣することまで即座に決定してしまったのである。ほほん。泡を食ったのは計画に関わっていた王家の信奉者たちだった。忠義を尽くしてきたつもりが一転裏切り者の扱いを受ける羽目になったのだ。彼らが下っ端として切り捨てられ責任を押し付けられたと感じたとしても不思議はなかった。となると窮鼠猫を噛むじゃないけど出てくるんか。慌てた彼らは実行犯へさらに責任を押し付け罪をなすりつけようとしたのである。はあ。ではこうして切り捨てられた下っ端の下っ端はどうしたか。拉致って身代金でも取ってしまおうかっていう話か。その日に限って二人は車ではなく徒歩で学校へ向かっていた。少しでも長く一緒にいたいという思いから途中で車を降りてしまったのである。今夜はいよいよ私の歓迎会があるんです。賛美歌の読書をするんだよね。すごいなカノはアーデルハイトの日傘を借りてくるくる回していた。そんな彼女にお別れ会を兼ねる可能性があることまでは話せなかった。すごくなんてありませんよ。もともと練習してたわけではなく、歌ってみたら評判が良かったというだけですから。それはそれで逆にすごいと思うけどな。才能とは神からの贈り物。だからキリスト教圏では才能をギフトと呼ぶ。ともかく夜、教会堂でみんなにキャンドルを持ち寄ってもらって、その中で歌うことになっているんですよ。幻想的。きっと素敵なんだろうな。頑張ってね、あーちゃん。ええ、せっかくですから、かのさんにも来てほしいと。いいの？確か1年生中心のイベントだよね。あの教会堂に全校生徒は入りきらない。どうしても人数を制限する必要があるのだ。だからこれくらいのわがままはきっと主も許してくださる。もちろん、お友達なんですから当然です。そっか。じゃあ私も予定開けておくね。お願いします。それと、お友達を誘ってくださっても結構ですから。わかった。正隆くんも誘ってみるね。別に、正隆先輩に限定はしていません。だいたい、誘ったところで来るんですかね、あの人。大丈夫だよ。本当はね、結構優しいところもあるんだから。連絡を入れるためだろうスマホを取り出す。その時、二人の背後からワゴン車がゆっくりと近づいてきたのである。車道側に立っていたのはカノだった。加えて日傘を差していたことで、車からはどちらがどちらか確認しづらかったのかもしれない。そうきたか。ハイエースされたんが。一瞬、アーデルハイトには何が起きたかわからなかった。いきなりカノに突き飛ばされたのだ。おそらくとっさの行動だったのだろう。自分の方が車に近いのに友人を守る方を優先したのである。
真横に止められたワゴン車。乱暴に開くドア。カノが引っ張り込まれるのが見えた。白飛び。ほんの数秒の出来事。そう来るか。空中へ放り出された日傘が視界を遮った後には、もう車は走り出していたのだ。彼女のスマホがアスファルトを打ち、先ほどまで彼女が握っていたはずの日傘がくるくると転がっていく。あ、それで連絡したのが。アーデルハイトは自分自身も尻餅をついていることをようやく認識した。車内にいた人物に見覚えがあることにも今更気づく。逃走中とされているファンダメンタリストの残りの2人。けどもう1人は彼女もよく知る人物だった。伝えなくては、助けを呼ばなくては。震える指で彼女のスマホを掴んだ時、待ち受け画面が目に入る。それは読書をする彼が後ろに映り込んでいるだけの彼女の自撮り写真だった。一瞬の判断でかける相手を決めてしまう。警察でも SP でもなく、一番最初に彼へ助けを求めていた。でもあれじゃん。SP が、だって、すごくね？ SP ってだって泳がせとったってこと？つまり。だって、電話がかかってきたのと、SP が大変じゃ、メイドが大変ですって言ってきたのって同時だったやん。神へ祈るように応答を待った。